渓流釣りファンの皆様、こんにちは。そして、提灯、浮き、毛針釣りにご興味を持ってくださり、ありがとうございます。今日は、提灯、浮き、毛針釣りに必要な道具について紹介していきたいと思います。必要な道具ですが、竿と糸と浮きと毛針、これだけです。まず竿ですが、渓流竿ですね、を用意してください。長さは私の場合6メーターから7メーターの竿を使っています。提灯釣りなんですが、実際釣るときは仕掛けを穂先に垂らして狙っているポイントまで伸ばしていき、仕掛けを落とすんですが、4メーター離れていれば魚に気づかれない距離を取ることができますので、竿も4メートルしか実際には伸ばして釣りをしていません。でですね、4メーターしか竿を伸ばさないならば、4メーターの竿でいいじゃないかと思われるかもしれませんが、私はですね、6メーターから7メーターの竿を使っております。その理由ですが、4メーターもですね、近づけないポイントもあるんですね。障害物があったり、足場が悪かったり、どん深になっていて、足場が高くて4メーター以上離れなきゃいけないっていうポイントですね。そういう時、4メーターの竿だと、もうそのポイントを諦めざるを得ないんですが、6メーターとか7メーター伸ばせる竿を使っていれば、そういうポイントも攻めることが可能になります。最近の渓流竿は7メートルの竿っていうのがなかなかないんですね。長くても 6.1 メーター。この竿もですね、6.1 メーター伸ばせる竿です。竿の硬さですが、超硬い竿を使っております。その理由なんですが、提灯釣りは木の枝とか生い茂っているところの中に竿を突っ込んでいって仕掛けを落とすんですが、硬い竿の方がですね、そういう隙間に通しやすいんですね。あとですね、魚から当たりが来た場合、竿を上げて合わせるんですけど、柔らかい竿を使っていると、よく曲がるので竿が。上げる空間が広くないと合わせられないんですね。それに比べて、長高の竿を使っていると、狭い隙間で合わせることが可能になりますので、そういった意味でも超硬い竿、長高を使っております。最近の竿はズーム機能というものがよくついているんですが、私はズーム機能がないものを好んで使っております。提灯釣りは竿を伸ばしたり縮めたりを頻繁に繰り返すんですが、ズーム機能があるととてもやりにくいです。ズーム機能というものはですね、3段階だけ伸縮圧が違う部分があるんですね。竿を縮めたり伸ばしたりする時の圧力が場所によって異なってしまうと調子が狂ってしまってやりづらいです。提灯釣りにはズーム機能なしをお勧めいたします。続きまして糸ですが、こちらですね、ナイロン糸の 0.8 号を使っております。この太さでですね、今まで切れたことはありません。釣れないこともなくて、特に問題を抱えているわけじゃないので 0.8 号を使っております。糸の材質ですが、ナイロンを使っております。で、その理由は結束強度が強くて切れづらいためです。ナイロンは別名ポリアミドと呼ばれていて、分子の中に網戸基があります。その網戸基が分子間で水素結合しているので、ナイロンは強い糸です。それに対してフロロカーボンは水素結合がありません。なので弱いんですね。また、ナイロンは分子自身が柔らかい分子でできていますが、フロロカーボンは硬いんですね。分子があまり曲がりません。そのため、結び目の分子をよく見てみると、多分分子が折れているところがあるんじゃないかなと思っております。そのため、フロロカーボンは糸の結び目で切れやすいです。以上の理由から、ナイロンはフロロカーボンに比べて強く切れづらいと
いうふうに私は考えておりますので、ナイロンを使っております。続いては、提灯浮き毛針釣りの最も特徴的な道具ですね。浮きについて、ご紹介します。この浮きはですね、糸に固定したり動かしたり位置調整を頻繁にするんですが、なぜかと言いますと、渓流だと場所によって水深が違いますので、毛針と浮きの距離を頻繁に変えたいんですね。毛針があって浮きがあって、この距離が非常に大事です。浮きは水面ですねに漂っていて、下宙吊り状態で毛針がいるんですけど、この距離が毛針を泳がせる水深、棚ですねを決めるんですね。浮きの位置を毛針に近づけたい時とか離したい時とか、いろいろ水深によって変わるんで、なので浮きは糸を固定しやすくて動かしやすいっていう二律背反の機能を求めています。で、それを実現するのが、この浮きになります。どうやってその浮きを糸に固定しやすく、また糸が動かしやすくするかっていうと、蛍光色に塗装された発泡スチロールの中にゴム管が通ってるという構造になっているんですが、そのゴム管をよく見ると、ここの部分ですねは穴が開いていて、この端っこの部分は穴が潰れているんですね。で、この穴が開いている部分で糸を通して浮きの位置を変えます。糸を止めたい部分に来たら、このゴム管の潰れている部分に糸を動かして固定すると、いう仕組みになっております。浮きは浮き止めというものをよく使うんですけど、浮き止めなしで動かしたり固定したりすることができるという優れた浮きがこちらになります。色はですね、オレンジと黄色があるんですけど、どちらでも見やすいので、お好きな方を選んでいただければなと思います。はい、次はですね、毛針についてご紹介したいと思います。私はよく2つの種類の毛針を使っておりまして、1つはですね、自分で自作したこのビーズヘッド自己癒着テープニンフを使っております。で、これただ針にですね、ビーズを通して自己癒着テープでただ留めたっていう毛針なんですけど、毛針じゃないかもしれないですけどね、毛がないんでね。で、これでもう十分釣れます。で、毛針のね、フックのサイズなんですけど、14番を使っています。で、14番でね、特に困ったことないんで、ずっと14番を使っているという感じです。これすごく簡単に作れるんですけど、自作もちょっと面倒だっていう方は、こちらの毛針ですね。これ Amazon で購入できますけど、ビーズヘッドのヘアズイヤーニンフですね。の14番を購入して使っていただければなと思います。視聴者の方から重りは使わないんですかっていうご質問をよくいただくんですが、重りは使っておりません。このビーズヘッドっていうのが重りの役割をしております。このビーズですね。これで毛針を沈めて魚を誘うといったところです。絶対持っておいた方がいい小物についてご紹介します。糸通しですね。真ん中にゴム管が詰まっていて、結構ですね、穴がちっちゃいんですね。もしかしたら閉塞しているかもしれません。それに、この糸を通すっていうのはかなり大変なので、糸通しですね。使った方が簡単に糸を通すことができます。これは持っといた方がいいと思います。ただこのゴム管を通してですね。で、この、糸通しの穴に糸を通して、
こういった感じで、やれば糸が簡単に通りますので、こちらの道具は持っといた方がいいと思います。あとこの仕掛け巻きですね。竿に仕掛けをつけていないときはですね、こういった仕掛け巻きに仕掛けを巻いておくと便利です。だいたい釣りに行く前に家でですね、仕掛けを作ってここに巻いて現場に持っていきます。で、現場で竿に仕掛けをこうつけて釣りをします。帰りはですね、この仕掛け巻きに仕掛けを戻して竿を畳んで、帰るので、この仕掛け巻きがあった方がいいと思います。あと、このケースですね。このケースがあれば、浮きと浮き通し、あと毛針がですね、すべて収納できるのでおすすめです。はい、今回は提灯浮き毛針釣りの道具についてご紹介させていただきました。仕掛けの詳細については、説明欄にリンクを貼っておきましたので、そちらをご確認ください。他に何かご質問があればコメントいただければなと思います。シンプルな道具で釣りが楽しめますので、皆さんも試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。